皆さんこんにちは、ナッフィーです。今回は国生の育成ビルド解説をしていきます。無凸の方に向けた内容になっていますので、皆さんのお役に立てると思います。なので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。今回の動画も部分ごとにチャプター分けされていますので、動画の再生バーや動画の概要欄に目次欄がありますので、そちらよりお好きなところを見ていただけたらと思います。それでは早速本題に入っていきましょう。まずはじめに、国生の特徴から話していきます。国生は元素スキルであらゆるところに瞬間移動ができたり、元素スキルを2回使用すると、しばらくの間、通常攻撃と銃撃が雷元素に変わる個性的な能力を持つキャラになりまして、結構いろいろなことができるのが特徴的です。例えばですが、元素スキルで空に飛び、そのまま落下攻撃をしたり、敵との戦闘中に元素スキルを使い、敵の攻撃を回避するなんてこともできます。この技を使えるようになると楽しいのももちろんなんですけれども、結構ね便利になります。そしてそんな国生の運用方法になるんですけど、一番無難なのが雷元素メインアタッカーになります。国生はキャラの特性上、サブアタッカーで運用することには向いていませんので、メインアタッカーで運用することをお勧めします。それでは以上を踏まえまして、これからビルド解説をしていきます。最初に武器から見ていきます。実際結構合う武器がありますので、サクッとね、こちらを紹介していこうかなと思います。一つ目は、万眼結力になります。万眼結力は、汎用性が高い、すごくね、優秀な武器になりまして、まずね、圧倒的な会心率の高さが特徴的で、この武器1本でね、会心率を半分盛れるので、生物減衰がすっごく楽になります。それに加えて、国生は固有ステータスで、会心ダメージが上がっているので、すごくね、バランスが取れて、一番相性がいい武器になります。ただ、こちらはピックアップガチャ専用の武器になりますので、入手難易度はすごく高くなっております。二つ目は、キリギリの開口になります。キリギリの開口は元素攻撃に特化した武器になっておりまして、先ほども話したように、国生は雷元素メインで戦うキャラになりますので、すごく相性がいいです。加えて会心ダメージがついているので、ダメージをね、すごく伸ばすことができます。ですが、キリギリの開口の場合だと、生物でね、結構会心率を盛る必要があるので、頑張って厳選の方をしてみてください。ということと、あと、こちらもね、万眼結力同様、ピックアップガチャ限定の武器になります。3つ目は、ちょっと読み方合ってるのかわかんないんですけども、天目英打でいいのかなになります。こちらの武器は、攻撃力がそこそこ上がりますし、元素エネルギーがね、回収することができますので、攻め縄の国生で運用するときに力を発揮してくれる武器になります。天目英打は単像で作ることができます。4つ目は、甲虫流銀になります。甲虫流銀は、この元素と雷元素が付与されている敵に大きなダメージを与えてくれる武器になりまして、国生は常に敵に雷元素を付与できますので、相性がいい武器になります。ただ、水スライムなどの敵には元素付与ができませんので、汎用性は少し低めになります。甲虫流銀はガチャ武器ではあるんですけども、すべてのガチャから手に入れることができます。5つ目は黒剣になります。黒剣は通常攻撃と銃撃を強くしてくれる武器になりまして、国生は通常攻撃と銃撃をメインに戦うので相性がいい武器になります。加えて、会心率も上げられたり、会心ダメージが出ると HP が回復するところもおすすめの理由になります。ただし、黒剣は気候音で課金しないと手に入れることができません。最後の5つ目は黒岩の長剣になります。黒岩の長剣の特徴としましては、基礎攻撃力が星4の中でもかなり高く、敵を倒すことで攻撃力が上がる武器になります。ボス戦では実力をね、発揮しきれないんですけれども、フィールドでたくさんの敵と戦う際に重宝します。加えて、黒岩の長剣は会心ダメージも上げられますので、ダメージ自体を伸ばすこともできます。黒岩の長剣はショップのスターライト交換で手に入れることができます。以上がおすすめの武器になります。こんな感じにかなりね、相性がいい武器がありますので、参考にしてみてください。では次に生物について解説をしていきます。またおさらいになるんですけども、国生は通常攻撃と銃撃がメインで雷元素を主体に戦っていきますので、これらを意識した組み合わせを3種類紹介していきます。まず1つ目は怒り剣闘士になります。それか怒り締め縄になります。この組み合わせは通常攻撃、銃撃、元素爆発全てにおいて恩恵が得られるので無難におすすめになります。剣闘士に関しては生物回数がね、実装されたことで厳選が楽になりましたので、結構ね、揃いやすいのかなと思います。2つ目は、しめ縄4セットになります。
しめ縄については銃撃特化型になりますので、元素爆発をほとんど使わない感じになります。ただ、国星はね、元素爆発がすぐにね、盛れるキャラではないので、チャージ効率を多めに盛るか、天目英打ちを装備して、しめ縄の効果を発動しやすくして運用するのが良くなってきます。最後、3つ目はね、雷打ち4セットになります。雷打ちは雷元素を付与できる敵でないとダメージは出せないんですけども、逆に元素付与できる相手であれば、一番安定してダメージを出すことができます。ですが、雷打ちはね、汎用性がすごく低いので、雷のような怒りの源泉中にいいものが出てしまった時に装備させるのがいいのかなと思います。以上がおすすめの生物なんですけども、個人的には怒り剣闘士がね、一番厳選が簡単でおすすめになります。では、次にパーティー編成についておすすめの、編成を紹介していきます。それがこちらですね。国星、貫突の九条皿、勝利、和葉になります。いや、ガチガチの課金編成じゃんと思った方、ちゃんとこの後、無課金の方向けの編成も控えておりますので安心してください。それでこちらの編成は、勝利でシールドを貼って、和葉で雷元素を拡散したり、九条さんの元素スキルで攻撃力バフと会心ダメージを上げて戦うのがメインの編成になっております。おそらく今現状で一番強い編成になるのかなと思います。ではさすがにこの編成は難易度がすごく高いので、比較的簡単に組めるような編成を紹介していきます。大丈夫です。編成はさすがにちょっと僕も組めません。では、編成がこちらになります。国星、ベネット、スクロース、ユカキになります。こちらの編成は、ベネットとスクロースで、国星の火力を底上げしていき、ユカキの元素爆発を展開して、国星でひたすらパンチしていく編成になります。ベネットとユカキで HP 回復もできますし、ユカキに関しては中断耐性もありますので、すごく優秀になります。もしこちらの全員のキャラクターがいないのであれば、ディオーナだったり、フィッシュなんかも入れてもいいかもしれません。ここまで武器、生物、パーティー編成について解説をしていったんですけども、この後僕の国星の詳細を見ていただきまして、実戦での立ち回りを解説していきたいと思います。では武器から見ていきます。今回は黒岩の条件を使用していきます。生物は怒りしめ縄になっていまして、各ステータスはこちらになります。命の精度は無凸で、添付は上から8、7、8になります。国星は通常攻撃と元素爆発をたくさん使えますので、この2つを優先的に上げるのがおすすめになっております。それで総合ステータスが攻撃力が1993で、会心率が 62.5、会心ダメージが 212.2 になります。それでは戦闘を見ていきましょう。一番理想なのが、ベネットの元素爆発とユカキの元素爆発を展開して、国星でタク殴りするのがいいんですけど、それ以外でもユカキの元素爆発を展開して、国星の銃撃ループするだけでも強いですし、国星の雷元素をスクロースで拡散するだけでも十分強いので、バランスよく組み合わせて戦うのがおすすめになります。少しキャラチェンジが多いので大変なんですけども、慣れれば全然問題はないと思います。以上が立ち回りついてになります。バフのおかげでもあるんですけども、普通にダメージが出ているのがわかるかと思います。では、今回動画をまとめていきます。今回は無凸国星の育成解説の方をしていきました。おすすめの武器は6種類。1、弾丸結力。2、キリギリの開口。3、天目英打ち。4、甲虫流儀。5、黒剣。6、黒岩の長剣になります。で、おすすめの生物が3種類。怒り剣闘士、しめ縄4セット、雷打ち4セットになります。それで、パーティー編成のおすすめは、国星、貫突の九条皿、勝利、和葉。で、もう一つの編成が、国星、ベネット、スクロース、ユカキ。こちらの2パターンがおすすめになっております。立ち回りに関しては、スクロースで敵を吸い寄せて、ベネットとユカキの元素爆発を展開して、国星でタク殴りをする以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございます。国星を使ってみて思ったのは、奥が深いほど楽しめるキャラということなので、ぜひ国星の育成に悩んでいる方は参考にしてみてください。それでは最後なんですけども、おまけで今僕が出せる最大ダメージをお見せして終わりになります。それではご視聴ありがとうございました。